おいみんな、聞いて驚くなよ。こちらの南雲先生はなんと中卒なんだってさ。なのに高校受験を控えてるみんなに英語を教えてるんだよ。やばいよな。そう言って橘は A4 のプリントを配り始める。プリントには英語の長文がずらずらっと印字されている。塾の講師で英語を教えている俺のことを中卒と見下してくる東大卒の同僚。難易度の高い英語の長文をいきなり和訳しろという。すべては生徒たちの前で恥をかかせようという魂胆からだった。授業と関係ないことは、おっと、逃げないでくださいよ。あなたはいつも学歴は関係ないって態度してますけど、学歴って大事だと思うんですよね。だってその人がどれだけ優秀なのかレベルがわかるわけでしょ。学歴にこだわらないんだったら、その実力見せてくださいよ。中卒の英語のレベルがいかほどのものか。そんな、あれできないんですか？できないんだったら、ここをやめてもらいますからね。生徒にも、私たちにも失礼ですから。生徒たちは戸惑いの顔で俺たちを眺めている。授業に関係ないが仕方ない。俺は意を決してある言葉を口にする。すると同僚の顔がみるみる青ざめていくのが分かった。俺の名前は南雲健一郎。来月には30歳の誕生日を迎える。俺は長いこと祖父母の介護に従事していたのだが、ふとしたきっかけでかつてお世話になっていた学習塾の講師として戻ることとなった。この塾では主に中学生と高校生をターゲットとしており、学校の勉強をサポートする基礎コースと受験対策をきっちりと行う受験コースといったきめ細かいカリキュラムを取り揃えている。塾といえば個別指導と言われる生徒と先生だけの1対1の学習スタイルと科目ごとの授業を選んで受講する集団指導の2通りが主流だが、うちは集団指導を中心に希望者にはオンラインによる授業も行っている全国的にも規模の大きい学習塾となっている。基本は1コマ60分の授業を科目ごとに選択し、苦手な部分を他の講師とフォローしていきながら学習のサポートを行う。残暑がようやく落ち着きを見せ始めたこの時期、塾業界では次の受験に向けて様々な対策を検討し始めなければならない。うちの塾もご多分に漏れず、ざわざわとした雰囲気が漂い始めている。今日はその対策を中心に社内会議が行われることになっていた。ここの地域一帯は新興住宅地が次々と作られたこともあり、子どもの数が多い。当然受験対策で入ってきた子どもたちもそれなりに多いので、こちらとしても候補となるいくつかの高校をピックアップし、その年の偏差値や模試の平均値などに応じてよりきめ細かい対策を講じていく必要があるのだ。会議で多く上がっている高校はいずれも電車で1時間以内と比較的近距離の場所にあって、ほとんどの先生たちは知っていたものの、俺はここ最近の高校事情に疎かったこともあって話についていけないところもあった。すると最近入ってきたばかりの同僚が俺に聞いてきた。南雲先生の地元ってずっとここなんだよね。高校は違うところに行ってたの？確かに何も知らない人からしたらそう思うのが普通だろう。そこで俺は素直に打ち明けることにした。いえ、自分は高校受験をしたことがないもので、そう言って苦笑いを浮かべた。ここにいる大半の同僚たちは俺の事情を知っていることもあってさほど驚かれはしなかったが、目の前に座っていた知らない男性が身を乗り出し興味深く突っ込んでくる。え、南雲先生って中卒なんですね。すごいですね。中卒で進学塾の講師って。え、いや、俺は彼が言うことをあまり気にしていなかったが、彼は興味深げに俺を見つめた。彼は立花城というらしく、1年前に新しく入ってきた先生だ。何でも東大を卒業しているということを売りにしており、立花の授業を受けた生徒は成績が上がった上、志望校合格者を何人も出したのだという。そんな評判が口コミで広がったこともあり、入塾者も増え、立花は塾内において人気ナンバーワン講師に君臨し、保護者から絶大なる信頼を得ている。
そんなすごい先生から鋭い眼差しを向けられてしまうと、まるで俺は中卒のダメ人間だと言われているようで、なんだか居心地が悪い。みんながいる手前、その場は笑顔で取り繕ったものの、その後もたびたび立花から向けられる視線が気になってしまい、話の内容がちっとも入ってこなかった。翌日、いつものように同僚と挨拶を交わしながら席に向かい、授業準備に取り掛かっていた。南雲先生、おはよう。おはようございます。立花から声をかけてくるとは珍しいなぁと驚きつつ、昨日の会話を思い出した途端に嫌な感情が蘇ってきた。いやー、それにしても昨日は驚いたな。中卒でも塾講師になれるなんて聞いたことないからさ。どういう方法を使ったの？はい？俺は言葉に詰まった。南雲先生は高校行ってないんだよね。いや、行ってないってことはないんですけど。え？なんだかはっきりしないな。そんな怪しい経歴のやつがどうやって受験勉強を見られんの？受験生の人生がかかってるんだよ。いい加減な授業をしたら生徒の一生を潰すことになるんだよ。僕は僕なりに真剣にやってますよ。だが、立花はため息をつきながら、俺のデスクを叩くように思いっきり手をついた。思わずビクッと震える。お前さ、調子乗んなよ。え？俺は東大って結果残してるんだよ。お前は中卒だろ？中卒に発言権はねえんだよ。そう言って俺に口を挟む余地もないまま、立花はスタスタとその場から去ってしまった。なんなんだあの人。だがこの日を境に立花の俺に対する風当たりが強くなっていったのだった。うちの塾では講師自身も緊張感を持って授業に挑めるように、手が空いている他の講師も生徒と一緒になって授業を受けることになっている。そして今日、たまたま手が空いていた俺に立花の授業を受ける機会が巡ってきた。この間のこともあり憂鬱だったものの、どんな授業が行われるのか興味があった。授業開始の予令が鳴り、教室に入ってきた立花は、一挙一動も含めて人気講師としての自信に満ちていた。だが、いざ授業が始まると、俺の理解が追いつかないままどんどん内容が進んでいく。正直何を教えられているのかもところどころ分かりづらい。だが当然質問をする隙は一切ない。彼はほぼ毎日丁寧できめ細かい授業を行うために丹念な準備を行っているらしく、彼なりの理論で授業を組み立てているらしかった。俺も必死に理解しようと彼の話に耳を傾けるも、頭の中のハテナマークはどんどん増えていくばかり。そんな具合に授業はよどみなく進んでいき、立花の発言とシャーペンを走らせる音だけが教室に響いている。すると突然、立花がある生徒に目をつけた。どうやら居眠りをしている生徒がいたらしい。人間集中できる時間には限界があるので、そういうことだってあるだろう。だが、立花は容赦なく生徒たちの前で彼を叱責し始めた。大学行きたいよな。他の講師だったらいい加減になってもしょうがないけどさ、俺、東大出てんだよね。やる気があるんだったら最後まで俺の授業聞けよ。わかったな。あまりの迫力にすっかり萎縮してしまった生徒は精一杯うなずいた後うつむいてしまった。東大卒というのがそんなに偉いのか。なぜ立花はここまで学歴にこだわるのだろうか。というのも、俺は自分の学力に学歴など関係ないと思っている。俺は生徒にはもちろん、他の先生方に対しても自分のことをあまり話したことがないし、話すつもりもない。俺にとって塾とは勉強を教える場所であり、講師は生徒が求めるものに最大限応えていくことでしかないと考えている。当然そのための勉強も欠かせず、時には同僚の講師に教えを請うことだってある。当然塾長は俺のそういうスタンスを理解してくれているのだが、立花が俺に対して突っかかってくることを気にしてか、しきりとなあ、南雲くん、君も正直に話したらどうだいと言ってくれるのだが、それに対して俺は学歴と
自分の知識をうまく伝えられることは別ですから、とだけ言ってその場を濁すことが多い。そんなある日のこと、俺は頭を抱えていた。俺が知らない間に俺の担当が変わっている。うちの塾では基礎コースは一人の講師が複数教科を受け持ち、週替わりで担当しているのだが、受験対策コースでは教科ごとに専任の講師がつくことになっており、俺は英語を担当している。今日は受験対策コースの中学英語の授業に当たっている日なのだが、なぜか俺の名前ではなく、同じ英語担当の立花の名前に変わっているのだ。当然、こういった塾側の都合による変更は当人同士合意のもとであれば問題ないのだが、立花は俺に何の話もないまま勝手に変えてしまう。これでは生徒たちの学習に影響を及んでしまうと、俺は意を決してこういう勝手なことはしないでほしいと伝えたが、立花はしれっとした顔で、俺は中卒のあなたに教えられる生徒があまりにも不憫だと思ってやったことなんだ。つまり生徒を思っての手助けだよ。そんなに嫌ならお前が辞めれば済む話だ。と自分の所業を正当化してきた。立花のこうした横暴は俺に限らず他の講師にまで及んでいた。みんな立花に対して言いたいことはあったが、彼が東大卒の人気講師のために泣き寝入りをすることが常となっていた。このままではいけない。そう思っていた矢先、俺の人生を変えるある事件が起こる。俺は今日、久しぶりに受験対策コースの授業を担当することとなっていた。最後の追い込みに向けて、みんなが苦手としている箇所をもう一度振り返るカリキュラムを予定しており、生徒たちも真剣にノートに目を通していた。だが、授業開始の予令が鳴った瞬間、いきなり教室のドアが開いた。ジョーダン、ジョーも一緒に受けるの？たちまち教室中が騒がしくなった。ジョーとは立花が生徒たちから呼ばれているあだ名である。ここでは塾長の方針で名字をつけて先生と呼ぶようにしているのだが、なぜか立花は生徒たちに親近感を持って授業に挑んでほしいという勝手な思いから生徒たちにはあだ名で呼んでもらっているらしい。俺は手にした教科書を一旦置いて立花に声をかけた。立花先生、どうかされました？今、授業中ですけど、今日は他の先生が授業を受けることは聞かされていない。だが立花は俺の話を聞くことなく、押しのけるようにみんなの前に立ってから声を張り上げた。おいみんな、聞いて驚くなよ。こちらの南雲先生はすっごいんだぞ。なんと、高校に行っていないんだ。中卒なんだってさ。なのにみんなに英語を教えてるってすごいだろ？そう言って立花は A4 のプリントを配り始める。プリントには英語の長文がずらずらっと印字されている。よく見ると英文の長文読解の問題で、なんと一昨年の大学の一般入試で出されていたものだ。当然生徒たちが解くのは至難である。先生、これ何ですか？唖然とした顔の生徒たちを前に、立花は目を輝かせながら話を続ける。これは実際に大学の入試問題に出された英語の長文問題だ。もちろん今すぐ解くのは難しいが、南雲先生だったらスラスラ読めますよね。なんて言ったって学歴に関係なく大事な受験生に英語を教えている立場なんですからね。授業と関係ないことは、南雲先生、逃げないでくださいよ。あなたはいつも学歴は関係ないって態度してますけど、学歴って大事だと思うんですよね。だってその人がどれだけ優秀なのかレベルがわかるわけでしょ。学歴にこだわらないんだったら実力示してくださいよ。そんな、あれ？できないんですか？できないんだったらここをやめてもらえますからね。え？生徒たちは戸惑いの顔で俺たちを眺めている。それでも立花はそんな生徒たちの様子など一向に気にすることなく、むしろ俺に対してとんでもないことを言ってきたのだ。南雲先生、授業が終わるまで時間をあげます。一字一句完璧に終わらせてくださいね。
立花はニヤニヤした表情だ。おそらく俺が低学歴であることを生徒の前で暴露し、恥をかかせようと画策しているらしい。じゃ、南雲先生が頑張ってる間、俺たちも受験に向けて一頑張りしようか。そう言って俺の代わりに教科書を開こうとしたのだが、その人は月が綺麗ですねと言った。あ？立花があっけに取られている。俺は構わず英文を訳し始めた。教室内はしんとした空気に包まれている。生徒たちは真剣に耳を傾けてくれていた。俺は一つも詰まることなく訳しつつ、中学生でも分かりやすい日本語に変換しながら最後まで英文を読み上げた。だった。すると生徒がおーっとどよめいた。これは有名な日本文学の英長文だね。文豪と呼ばれる作家は難しい例えを用いることも多いから英訳するのは結構難しいんだ。俺にもちょっと難しかったよ。そう言いながら俺は教室の後方にある書棚に向かい一冊の問題集を手に教壇に戻る。はい、これ。俺はそう言って立花にそれを差し出した。なんだよ、いきなり。東大卒の立花先生ももちろん簡単に読めるんですよね。さあ、先生もどうぞ。いや、俺はみんなの前でスラスラ読みました。立花先生もその実力見せてください。俺はただ淡々と立花に迫る。俺が立花に渡したのは昨年の大学入試で出された英長文が載った問題集だ。立花はしぶしぶ問題集を開き、なんとか訳そうと試みるも、詰まったり悩んだりを繰り返してばかりで、スラスラと読むことができない。まあ、当然のことだろう。そりゃ人は予想外の事態に直面すれば焦りもするし、頭が真っ白になる。しかも、立花は中学生向けの授業しか受け持っていなかったこともあり、大学受験向けの英文問題には慣れていなかった。その様子に、生徒たちからはたちまちヤジが飛び、教室内には喧騒が飛び交った。ジョーできないの？東大だろ？なんだよ、ジョー大したことないじゃん。はい、静かに。俺は教科書でテーブルを叩いて静かにするよう促した。生徒たちは面白いものを見せられたと言わんばかりにニヤニヤした顔を立花に向けている。立花は顔を真っ赤にしてうつむいていた。立花先生、これから彼らにとって大事な時間ですのでご退出いただいてもよろしいですか？はい。そう言って立花はとぼとぼと教室を出て行った。俺は唖然としている生徒たちに頭を下げて謝り、授業を再開した。そして授業が無事に終わった。俺は立花と一緒にスタッフルームに座っていた。立花先生、これはどういうことですか？うなだれている立花に顔を真っ赤にして怒っている塾長が詰め寄った。塾長曰く、授業が始まれば一斉に静まり返る教室が俺たちのところだけやけに騒がしいと疑問に思ったらしく様子を見に来たところ、あの騒動を教室の外から目の当たりにしたそうだ。今まで黙認してきた塾長も堪忍袋の緒が切れたようだ。いや、別に授業を妨害しようとしたわけじゃないんです。いつもの立花からは考えられないほどの弱々しい声だ。あれが妨害じゃないなら何なんだ。すみません。うなだれたまま憔悴しきっている立花を前に、塾長はこんこんと説教を始めた。そして塾長は俺に対し今までの経歴を話すよう促してきた。正直頭が痛い話だが、何も話そうとしてこなかった俺の日も全くなかったとは言えない。俺はぽつりぽつりと話を始めた。高校受験を経験したことがないとは言ったものの、それは日本の高校受験をしたことがないという意味で、厳密に言えば中卒ではない。というのも、俺は両親の仕事の都合で中学卒業後アメリカに移住したのだ。自分で言うのもなんだが、勉強はできる方だったらしく、高校の学力を一気に飛び越えた俺は18歳で大学を卒業している。当然、英文の翻訳をすることぐらい朝飯前だ。だが、移住した時は苦労の連続だった。当然、生活も含め自分の意思関係なく会話は英語だけなので、日常でも英語を使わざるを得なかった。
もちろん慣れてくるにつれて日常会話の英語力は身についてきたものの、周りには日本人が一人もいなかったため、クラスメイトからは随分浮いていた。当時にしてはひどすぎる環境に対し、俺は自分の境遇を恨んだりもしたが、両親に心配をかけたくなかった俺は必死に猛勉強し、自分なりの努力で英語を上達させていった。大学卒業を控え、俺はどんな道を進んでいこうか。卒論と並行しながら将来を模索していた最中のことだった。日本にいる祖父母が倒れた。昔から両親共働きだったため、アメリカに渡るまでほぼ祖父母に育ててもらったと言っても過言ではない俺。両親は施設に入ることを検討していたようだが、今までの恩を返したいと、俺は大学卒業を機に帰国することを決めた。俺が幼い頃は大きく見えてきた祖父母の背中が、今は誰よりも小さく弱い。自分を育ててくれた人をそう思う日が来るなんて思いもしなかった。俺は切ない思いを隠しつつ、担当のケアマネージャーや介護ヘルパーの人たちの力を借りながらの介護が始まった。両親から介護に関する金銭援助は受けられたものの、生活費は自分で稼がなければならない。そこで介護と両立ができるよう、比較的融通が利きやすい家庭教師や塾講師のアルバイトを始めた。昼間は食事の準備と介助を中心に家事と介護をこなし、夕方から夜にかけては仕事に出かけていく。帰ってからも下のお世話が待っており、徘徊の心配もあってか一時も気を抜けない。おかげで睡眠時間は常に2、3時間しか取れなかった。それでも介護の度合いが高くなるにつれ負担も増えていき、塾講師のアルバイトを辞めざるを得なかった俺は徐々に追い詰められていった。先の見えない介護生活は一体どこまで続くのか。だが、長い介護生活の末、祖父母が相次いで亡くなった。一時帰国していた両親や親族も集まってくれ、家族水入らずの時間を過ごすことができた。二人の納骨も終わった後、俺は元いた塾に戻ることを決めた。塾長とは仕事を辞めた後もたびたび連絡を取っており、気遣ってくれていた。もし君さえ良ければ戻ってこないか。祖父母を亡くした虚無感でいっぱいだった俺に、こうして声をかけてくれた時はありがたさと同時に数年のブランクがあることへの不安さもあった。だが他の同僚たちも俺のことを温かく迎え入れてくれ、何事もなかったかのように普通に接してくれた。立花は何も言わずにただ黙って聞いていた。だが突然椅子から立ち上がり、なんと俺に頭を下げた。南雲先生、事情を知らなかったとはいえひどいことをしました。申し訳なかった。こうして立花はようやく俺に謝罪をしてきたのだ。だが今回の一件はそれだけでは済まない問題だ。翌日となり、立花がしでかしたことはたちまち全生徒たちの知るところとなり、当然保護者の耳にも入ってきた。そして俺が一切のよどみなく難しい英長文を翻訳したことが話題になったらしく、廊下をすれ違うたびにまるで芸能人を見るような眼差しを向けられるのですっかり参ってしまった。南雲先生、今日はどんな例文を翻訳してくれるの？先生の授業を取りたくても全然取れないんですけど。これには俺も苦笑いを浮かべるしかなかった。まあ評判が落ちるよりはありがたいことではあるが、一方で立花への悪評はとどまるところを知らなかった。今日の授業を早口すぎてすごい分かりづらかったんだけど、東大出てるのはすごいけど自分自慢しすぎじゃない？こうして今まで立花の授業を受けていた生徒たちからは授業変更の申し出が相次ぎ、保護者からも連日のようにクレームが押し寄せ、事務員たちは対応に追われた。立花は必死で弁解を試みるも、それを後押しする同僚は皆無だ。そりゃあ授業を横取りされたり、やり方にケチをつけられていたのだから無理もない。こうしてみるみるうちに人気講師の立ち位置から陥落してしまった立花は塾を辞めてしまった。人間という生き物は東大卒という輝かしい経歴に心が奪われてしまうにもかかわらず、一度そのメッキが剥がれてしまうや否や、
高学歴という妬みも相まって一斉攻撃を仕掛けてしまうものだ。俺はアメリカにいた頃、そんなクラスメイトや先生たちを嫌というほど見てきたこともあって、こればかりは橘にも気の毒というほかなかった。まあ、それでも学歴だけで人を見下し続けてきた橘の自業自得だ。これを機に、橘には猛省を期待したいところだ。噂によると、塾を辞めてから東大卒というブランドを生かし、後輩と一緒にクイズ系 YouTuber として活動しているらしい。塾長から話を聞いて動画を見てみたのだが、確かに中高生の目を引く内容と構成だった。だが、以前の橘のような学歴をひけらかすような雰囲気はみじんも感じさせず、道徳的要素も盛り込まれた動画もかなり多い。一番最初にアップされた自己紹介動画を見てみると、彼は両親が中卒という学歴であるがゆえに一生懸命勉強し、東大に入ったと話していた。そういえば俺は橘のことを東大卒以外何一つ知らない。彼も彼なりに悩み、塾講師として一生懸命頑張っていたのだ。ちなみに、この動画が一番再生回数が多いらしく、コメント欄も彼らを応援する書き込みばかりが並んでいる。ここからが橘の新たなるスタートラインだ。彼ならば東大卒だけでない素晴らしい魅力でもって視聴者たちを楽しませてくれることだろう。俺は相変わらず子供たちを相手に今日も授業を行っている。ありがたいことに英語が堪能であることが知れ渡ったおかげで、俺の授業を希望する生徒が増え、一応人気講師という名誉をいただいている。授業が始まると必ずと言っていいほど聞かれることがある。南雲先生ってどこの高校ですか？あんな難しい英文を翻訳したって有名になってますよ。先生と同じ大学行ったら俺もそうなれるのかな？あの一件は塾内では伝説として生徒間で語り継がれており、俺はいい加減うんざりしていた。するとお決まりのように、お前がそうなれるわけないだろうというツッコミや、例の騒動話が蒸し返されたことで教室中はたちまち騒がしくなる。静かに。俺の一喝とともに教室はあっという間に静かになった。いい機会だ。受験を目指す今だからこそ胸に留めておいてほしい。あ、話す内容はノートに書かなくていいからな。そう言って俺は椅子に座り、みんなと向き合った。人は学歴が全てではない。アメリカに渡った時、自分より勉強のできる人間をたくさん見てきたが、そういう人たちは誰よりも人間力があったし、向上心がずば抜けていた。実際、彼らと出会えたことは一生の財産となり、今でも心から尊敬している。家庭環境で思うように進学ができなかったものの、働きながら大学に通い、博士課程に進んだ友人もいるし、一方でひょんなことがきっかけでアルバイトから一流企業にヘッドハンティングされ、いくつもの事業を成功に導いた人もいる。いい大学に行ったからといって立派な人間になれるとは限らないし、勉強ができないからといってダメな人間など決してない。君たちは今一生懸命勉強しているが、それは何のためなのか。それはただ知識を身につければいいというわけではない。勉強を頑張る、部活を頑張るというその能力をどう生かすのかというのが大事で、君たちはぜひその能力を上手に使える人間になってほしい。人にはそれぞれ得意なこともあるし、苦手と感じるものだってある。決してできない人を見下すような人間にはならないでほしい。俺は頑張っている動画の中の橘を思い浮かべながら、そう生徒たちに教え諭したのだった。近っ！彼女の悲鳴で我に返った俺は、慌てて彼女から手を離す。階段から落ちそうになった温泉宿の女将を、危機一髪で受け止めた俺。しかし、その時とっさに、俺は彼女の柔らかいものに触ってしまった。彼女は俺から離れ、警戒するような目で見ている。俺は頭が真っ白になった。違います。転んで来られたから受け止めただけで。言い訳しないで。確かに私の、ここ、触ったわよね。彼女の顔が真っ赤になる。俺も自分の顔が
燃えるように熱くなるのを感じた。説明させてください。僕は、高橋誠と申しまして。彼女が突然声を上げた。もしかして、IT システムの件で来られた？実は仕事で、この旅館に来ていた俺。誤解が解けると、彼女は顔をあからめて言うのだった。私、あなたのことが気になってしょうがないんです。はい、わかりました。ご検討いただきありがとうございました。俺は力なく受話器を置いた。今日も断られた。何度目だろう。もう数えるのも嫌になる。くそ。思わずつぶやいた言葉が狭いワンルームに響く。独立して半年。このままじゃマジでやばい。鏡に映る自分を見つめる。高橋誠、32歳。独立系 IT コンサルタントのはずだ。自重気味に笑う。コンサルタントどころか、今や仕事すらない。そんな時、携帯が鳴った。見知らぬ番号だ。恐る恐る電話に出る。もしもし、高橋さんでしょうか？温かみのある女性の声。はい、そうですが。湯川屋の川田と申します。うちの旅館の IT システムの件でご相談させていただきたいのですが。その言葉を聞いた瞬間、俺の心臓が大きく跳ねた。はい。ぜひお願いします。思わず声が裏返る。慌てて咳払いをして落ち着こうとする。では、明日にでも詳しいお話を。明日で結構です。何時がよろしいでしょうか。電話を切った後、俺は思わず拳を突き上げていた。よっしゃ！久しぶりの歓喜の声が部屋に響く。老舗温泉宿からの仕事だ。これは絶対に逃せない。急いでパソコンを開き、温泉旅館業界のトレンドや IT システム導入の事例を調べ始める。画面に映る俺の顔には、久しぶりの生き生きとした表情が浮かんでいた。よし、絶対に成功させてやる。そう心に誓いながら、俺は朝まで準備に没頭した。この仕事が俺の人生を変えることになるとは、まだ知る由もなかった。翌日、俺は電車に揺られながら温泉街へと向かっていた。窓の外を流れる景色が徐々に都会の喧騒から自然豊かな山々へと変わっていく。湯川温泉です。車内アナウンスが流れ、俺は慌てて荷物をまとめる。ドアが開くと、ふわりと湯煙の香りが鼻をくすぐった。駅を出ると、そこには昔ながらの温泉街が広がっていた。レトロな建物が立ち並び、浴衣姿の観光客がそぞろ歩きを楽しんでいる。なんだろう、この感じ。俺は思わず足を止めて深呼吸をした。温泉の匂い。古い木造建築の佇まい。遠くで聞こえる川のせせらぎ。すべてが懐かしく心地よい。ここ来たことあったっけ？記憶を探るが、はっきりとした思い出は浮かんでこない。でも、どこか体が覚えているような不思議な感覚。歩みを進めながら、俺は街並みに見入っていた。古びた看板、軒先に吊るされた提灯、石畳の小道、どれもが懐かしさを醸し出している。まるで帰ってきたみたいだ。そんなことを考えていると、ふと目に入った建物に足が止まった。湯川屋と書かれた立派な門構え。俺の仕事の依頼主だ。深呼吸をして緊張しながら門をくぐる。その時だった。あ！女性の悲鳴とともに階段の上から何かが転がり落ちてくる。危ない！とっさに両手を広げて受け止めた俺。そこに柔らかな感触とかすかな香りが飛び込んできた。いただ。目を開けると、俺の腕の中で一人の女性が目をこすっていた。艶やかな黒髪、白磁のような肌、そして乱れた浴衣の隙間から覗く滑らかな曲線。大丈夫ですか？俺の声に彼女はハッとして顔を上げた。大きな瞳とわずかに開いた唇。息が止まるほどの美しさだった。その瞬間、彼女の浴衣の襟元が大きく崩れ、谷間がはっきりと見えてしまう。思わず目が釘付けになる。白く滑らかな肌。ほのかにピンク色を帯びた。
彼女の悲鳴で我に返った俺は、慌てて彼女から手を離す。すみません。怪我はありませんか？違う。彼女は俺から離れ、警戒するような目で見ている。俺は頭が真っ白になった。違います。転んで来られたから受け止めただけで。言い訳しないで。確かに私の、ここ触ったわよね。彼女の顔が真っ赤になる。俺も自分の顔が燃えるように熱くなるのを感じた。説明させてください。僕は高橋誠と申しまして。高橋さん？彼女が突然声を上げた。もしかして、IT システムの件で来られた？はい、そうです。俺の言葉に彼女の顔がさらに赤くなった。申し訳ありません。川田すずと申します。彼女は深々と頭を下げる。いえ、僕こそ突然。俺も頭を下げる。二人とも顔を上げられず、また沈黙が訪れる。中でお話しさせていただいてもよろしいでしょうか。俺が小さな声で提案すると、川田さんはわずかにうなずいた。はい。どうぞこちらへ。彼女は俺を先導し始めたが、その背中は明らかに緊張している。俺も心臓の鼓動が収まらない。二人で旅館の中へ入っていく。廊下を歩く足音だけが妙に大きく響く。時折、川田さんが後ろを振り返るが、目が合うとすぐに前を向き直してしまう。俺も彼女の背中を見つめながら、さっきの柔らかな感触を思い出し、慌てて視線をそらす。この気まずい空気の中、二人は静かに奥へと進んでいった。突然、廊下の角から小さな人影が現れた。ママ？か細い声に、川田さんはハッとした様子で振り返る。ナナ、どうしたの？そこには、6歳くらいの女の子が立っていた。大きな瞳で、俺と川田さんを交互に見つめている。この人誰？女の子、ナナは、俺を指さし、不安そうな表情を浮かべる。川田さんは慌てて説明を始める。この方は、高橋さんっていう、ママのお仕事を手伝ってくれる人よ。俺は優しく微笑みかけながら、ナナに軽く会釈をした。はじめまして、高橋です。ナナは俺を見上げ、それから母親の顔を見た。二人の気まずい雰囲気を感じ取ったのか、心配そうな目で見つめている。ねえナナ、おばあちゃんのところに行ってきてくれる？ママ、ちょっとお仕事の話があるの。川田さんがナナの背中を優しく押す。ナナは少し躊躇したが、小さくうなずいて去っていった。その後ろ姿が妙に寂しげに見えた。二人だけになると、また気まずい空気が流れる。娘さんですか？俺が話を切り出すと、川田さんはほっとしたようにうなずいた。ええ、6歳になります。かわいいお嬢さんですね。ありがとうございます。彼女の表情が少し和らぐ。二人で小さな応接室に入り、向かい合って座る。お茶を出してくれた川田さんは、深呼吸をして話し始めた。実は私、一人でこの旅館を切り盛りしているんです。一人でですか？川田さんは深く息を吐き、目を閉じた。それから、覚悟を決めたように、俺を見つめ話し始めた。この湯川屋は、私の曽祖父の代から続く老舗旅館なんです。代々息子が継いできたんですが、私には兄弟がいなくて。彼女は一瞬言葉を詰まらせた。それで、5年前に主人が婿養子として来てくれたんです。優しくて、仕事熱心で本当にいい人でした。彼女の目に懐かしさと悲しみが混ざっているのが見て取れた。でも3年前、主人と両親が温泉街の視察に出かけた時に交通事故に遭って、川田さんの声が震える。俺は黙って聞き続けた。一瞬にして大切な人たちを失ってしまって。彼女は一度深呼吸をして続けた。それから私は必死で旅館を切り盛りしてきました。ナナのためにも先祖代々の大切な湯川屋を守らなきゃいけないって。そうだったんですか。俺は何と言っていいかわからず、ただうなずくことしかできなかった。祖母が手伝ってくれているんです。でも、もう80を過ぎていて、最近は腰を痛めがちで、
無理はさせられなくて。川田さんの表情に申し訳なさと疲れが浮かぶ。朝は5時に起きて仕込みをして、日中は接客に経理、夜は翌日の準備をして、気づけばいつも深夜。川田さんは顔を上げ、真剣な眼差しで俺を見た。だから、IT システムを導入して、なんとか効率化できないかと。私には難しくてわからないことばかりだけど、これが最後の望みなんです。その瞳に必死さと強さ、そしてかすかな希望が混ざっているのが見て取れた。わかりました。俺は静かに、しかし力強く答えた。全力でサポートさせていただきます。必ず楽になる方法を見つけましょう。川田さんの表情が少し明るくなる。ありがとうございます、高橋さん。その笑顔に、俺は胸が締め付けられるような感覚を覚えた。この仕事は単なるシステム導入以上の意味を持つ。一つの家族の、そして長い歴史を持つ旅館の未来がかかっているのだ。そんな重みを感じた瞬間だった。川田さんは立ち上がり、キャビネットから分厚いファイルを取り出した。こちらが、湯川屋の経営状況です。彼女は少しためらいながらも、ファイルを俺に差し出した。ページをめくると、そこには厳しい現実が数字で並んでいた。売上は右肩下がり、経費は増加の一途、借入金の返済も重荷になっている。去年から従業員も3人辞めてしまって、川田さんの声が震える。このままでは。俺は黙ってページをめくり続けた。確かに状況は深刻だ。でも、可能性がないわけではない。川田さん、俺は顔を上げた。確かに厳しい状況ですが、まだ手は打てると思います。本当ですか？彼女の目に、わずかな希望の光が宿る。はい。でも、そのためには徹底的に旅館の現状を把握する必要があります。システムだけでなく、業務フローや顧客ニーズまで。川田さんは真剣な表情でうなずいた。そして、少し躊躇しながらも、決意を固めたように口を開いた。高橋さん、無理なお願いかもしれませんが。はい。できれば、しばらくここに宿泊していただけないでしょうか。川田さんの予想外の提案に、俺は驚いて目を見開いた。宿泊ですか？彼女は頬を少しあからめながら、早口で説明を続けた。はい。旅館の日々の動きを見ながら、仕事をしていただければ、より効果的なシステムが作れると思うんです。それに、彼女は一瞬言葉を詰まらせたが、すぐに続けた。せっかくなら、お客様としてこの温泉宿の良さも知っていただきたいんです。私たちの誇りである、温泉や料理、おもてなしの心、すべてを体験していただきながら、改善点も見つけていただければ。俺は思わず顔が熱くなるのを感じた。川田さんの真剣な眼差しに、断る理由が見当たらない。わかりました。ありがとうございます。お言葉に甘えさせていただきます。川田さんの表情が明るくなる。本当ですか？ありがとうございます。彼女の笑顔に、俺は胸が高鳴るのを感じた。でも、料金のことは。いいえ、仕事の一環ですから。川田さんはきっぱりと言った。むしろ、宿泊しながらいろいろと気づいたことを教えてください。俺は深く頭を下げた。ありがとうございます。精一杯頑張ります。こうして、俺の湯川屋での生活が始まることになった。俺は滞在する部屋に案内してもらい、部屋で仕事の準備をしていた。調べなければいけないことがたくさんある。PC を開き、旅館の資料を広げ、どこから手をつければいいか考えていると、軽いノックの音が聞こえた。はい。ドアを開けると、そこには川田さんが立っていた。浴衣姿の彼女を見て、思わずドキリとする。高橋さん、よければ私たち家族と一緒に食事をしませんか？旅館の味を知っていただくのはもちろんですが。彼女は少し言葉を詰まらせ、頬をあからめながら続けた。実は、主人が亡くなってから家族揃っての食事が少なくなってしまって、今日はせっかくの機会だし、みんなで温かい食事を囲みたいんです。
高橋さんにもそんな湯川屋の家族のぬくもりを感じてほしくて。彼女の目に少し寂しさと期待が混ざっているのが見て取れた。ナナ、おばあちゃん、そして高橋さん、みんなで楽しく食事ができたら嬉しいです。どうでしょうか。彼女の優しい笑顔に断る理由が見つからない。あ、はい、ありがとうございます。緊張しながら答える俺。川田さんは嬉しそうに微笑んだ。では、こちらへどうぞ。川田さんに導かれて、食事処に向かう。廊下を歩きながら、俺の心臓は早金を打っていた。人と一緒に食事をするなんて、いつ以来だろう。食事処に入ると、そこにはすでにナナと小柄な老婦人が座っていた。おばあちゃん、こちらが高橋さんよ。川田さんが老婦人に俺を紹介した。まあ、若いね。おばあちゃんが俺を見上げて微笑んだ。ゆっくりしていってね。はい、お世話になります。俺は慌てて頭を下げた。さあ、皆さん座ってください。川田さんが促す。俺は固く緊張した体で座る。テーブルには色とりどりの料理が並んでいた。普段コンビニ弁当で済ませている俺にとっては、まるで別世界のような光景だ。いただきます。4人で手を合わせる。ナナは相変わらず無言で、俺から目をそらしていた。高橋さん、どうぞ遠慮なく召し上がってください。川田さんが優しく声をかける。俺は箸を取り、恐る恐る料理に手を伸ばす。口に運ぶと、その美味しさに目を見開いた。美味しい。思わず声が漏れる。そりゃ、うちの鈴が腕を振るったんだからね。おばあちゃんが誇らしげに言った。これはおばあちゃんから教わったレシピよ。川田さんが謙遜する。あら、私ももう忘れちまったよ。今じゃ鈴の味だよ。二人のやりとりに温かい家族の雰囲気を感じる。ね、ナナ、美味しいでしょ。川田さんがナナに話しかける。ナナは小さくうなずいたが、まだ俺に警戒心を解いていない様子だ。高橋さんは、普段はどんなものを？おばあちゃんが尋ねた。だいたいコンビニ弁当とか。まあ、おばあちゃんが驚いた顔をする。若いのに、体に良くないね。はい。でも、一人暮らしだと。俺の言葉に、おばあちゃんの表情が柔らかくなる。そうかい。じゃあ、ここにいる間はたくさん食べなさいよ。鈴の料理で元気になるよ。ありがとうございます。俺は照れくさそうに答えた。食事が進むにつれ、少しずつ会話が弾み始めた。おばあちゃんが昔の旅館の話をしてくれたり、川田さんが季節の食材について説明してくれたり、ナナはまだ黙ったままだったが、時折こっそり俺の様子を伺っているのが見て取れた。ナナ、高橋さんに何か聞いてみたいことない？川田さんが促す。ナナは少しためらった後、小さな声で聞いた。パソコン、得意なの？俺は少し驚いたが、嬉しくなって答えた。まあまあね。どうしたの？興味あるの？ナナは少し顔をあからめて、また黙ってしまった。でもその瞬間、少し壁が崩れた気がした。食事が終わり、俺は深々と頭を下げた。ごちそうさまでした。本当に美味しかったです。こちらこそ、お付き合いいただいてありがとうございます。川田さんが丁寧にお辞儀をする。また明日も来てね。おばあちゃんが優しく声をかけてくれた。ナナは黙ったまま立ち去ろうとする。ナナ、挨拶は？川田さんに促され、ナナはしぶしぶ振り返った。ごちそうさま。小さな声で言うと、すぐに部屋を出て行ってしまった。部屋に戻る途中、俺は複雑な気持ちになった。温かい家庭料理の味、優しい川田さんの笑顔、おばあちゃんのぬくもり、そして少しずつ心を開きつつあるナナ。この旅館での生活は、俺にとって大きな挑戦になりそうだ。温泉に浸かり、
これからのことを考えていると、部屋の外から声をかけられた。はい。ドアを開けると、川田さんが立っていた。手には湯飲みが2つ。お茶をお持ちしました。今、少しいいですか？彼女の表情には、どこか申し訳なさそうな雰囲気が漂っていた。ありがとうございます。俺は慌てて、彼女を中に招き入れた。二人で縁側に腰掛け、静かにお茶を飲む。夜の静けさが心地よい。しばらくの沈黙の後、川田さんが小さな声で切り出した。高橋さん。先ほどは突然、家族での食事に誘ってしまって、申し訳ありませんでした。俺は驚いて彼女を見た。いえ、そんな。私、あまりにも勝手に。川田さんは言葉を詰まらせる。高橋さんのお気持ちも考えずに、ただ自分の思いだけで。彼女は深く息を吐いて続けた。もしご迷惑だったのでしたら、これからはお一人で食事していただいても構いません。無理にお付き合いいただく必要はありませんから。その言葉に、俺は胸が締め付けられるような感覚を覚えた。川田さん。俺は言葉を選びながら、ゆっくりと話し始めた。実は僕、家族団らんというものをあまり知らないんです。川田さんが驚いた顔をする。父は教師で仕事一筋。母も看護師で夜勤が多くて、家族で食事をとることさえ年に数えるほどしかありませんでした。言葉を紡ぎながら胸の奥が痛くなる。二人とも人のために一生懸命なんです。でも、俺は言葉を詰まらせた。川田さんは静かに聞いている。でも、時々思うんです。あの頃、もっと一緒に時間を過ごせていたら。告白を終えると、なぜか少し楽になった気がした。だから、川田さんが家族での食事に誘ってくれて、正直戸惑いました。でも、同時にとても嬉しかったんです。高橋さん。彼女は静かに、俺の肩に手を置いた。辛かったですね。でも、高橋さんのお父さんもお母さんも、きっと、高橋さんのことを思って頑張って来られたんだと思います。俺は黙ってうなずいた。そして、そんな両親の姿を見て育った高橋さんは、こうして、人のために一生懸命になれる人になったんですよ。川田さんの言葉に胸が締め付けられる。これからは、よかったら、ここで家族のぬくもりを感じてください。ナナ、おばあちゃん、私、みんなで高橋さんを歓迎します。無理のない範囲で一緒に過ごしていただけたら嬉しいです。これも何かのご縁ですから。ありがとうございます。できる限り皆さんと一緒に過ごさせていただきます。二人は静かに夜空を見上げた。この瞬間、俺は人の温かさを、そして家族の大切さを心の底から感じていた。翌日から俺は一層仕事に没頭し始めた。朝早くから夜遅くまで旅館のシステム改善に取り組む。従業員の動きを細かく観察し、効率化できる部分を洗い出す。予約システムの改善案を練り、コスト削減の方法を模索する。時には川田さんや従業員たちにインタビューをし、現場の声を丁寧に拾い上げていく。高橋さん、そんなに無理しなくても。心配そうな川田さんの声に、俺は優しく微笑んだ。大丈夫です。この旅館のために、僕にできることをしたいんです。川田さんは驚いたような、嬉しそうな顔をした。数週間が経ち、俺の努力が少しずつ形になり始めた。まず、予約システムの効率化から着手した。オンライン予約システムを導入し、24時間予約可能な体制を整えた。さらに、AI を活用した需要予約システムを組み込み、繁忙期と閑散期の価格を最適化。その結果、予約率が 20% も向上した。高橋さん、すごいわ。川田さんが目を輝かせていった。電話での予約対応が激減して、フロントのスタッフの負担が大幅に減ったの。次に、顧客管理システムの改善に取り組んだ。
過去の宿泊履歴や好みを詳細に記録し、一人一人に合わせたサービスを提供できるようにした。お客様から前回の滞在を覚えていてくれて嬉しいというお声をいただきましたよ。川田さんの報告に、俺は胸が熱くなった。さらに、スタッフの労働環境改善にも力を入れた。シフト管理システムを導入し、公平で効率的なシフト作成を実現。また、タスク管理アプリを開発し、スタッフ間の円滑なコミュニケーションを促進した。高橋さん、ベテランの女中さんが俺に話しかけてきた。このアプリのおかげで引き継ぎがスムーズになりました。本当にありがとうございます。その言葉に俺は思わず顔をあからめた。ある日の夕方、俺は川田さんとおばあちゃんに最新の経営状況を報告していた。このグラフを見てください。俺はタブレットを差し出す。先月比で売上が 15% 増加し、経費は 10% 削減できました。川田さんとおばあちゃんは驚きの声を上げた。まあ、すごいね。おばあちゃんが目を細めて笑う。高橋さんのおかげです。川田さんが俺の目をまっすぐ見つめた。本当にありがとうございます。その瞬間、部屋の隅でこっそり話を聞いていたナナが小さな声で言った。すごい。俺たちが振り返ると、ナナは慌てて顔を背けた。でも、その目には明らかな興味の光があった。ナナ、高橋さんにお礼を言おう。川田さんが優しく促す。ナナは少しためらった後、小さな声で言った。ありがとう。その言葉に、俺は思わず胸が熱くなった。少しずつだが、確実にこの家族の一員として認められている実感。そして、自分の仕事が誰かの役に立っているという喜び。俺は静かに誓った。これからも、この旅館と、この家族のために全力を尽くそうと。ある日の夕方、仕事を終えて部屋に戻ると、廊下でナナとばったり出くわした。ナナは俺を見るなり、身を固くした。その手には何か小さな機械が。それ、ゲーム？俺の質問に、ナナは答えず、じっと俺を見つめたまま。ああ、ごめん。邪魔したかな。俺が一歩下がると、ナナはさっと横を通り過ぎ、自分の部屋に駆け込んでしまった。ドアの向こうから小さなため息が聞こえた気がした。数日後、再びナナとすれ違った。今度もゲーム機を持っていた。また難しいところで止まっちゃったの？ナナは少し驚いた顔をしたが、すぐに無表情に戻った。大丈夫。小さな声でそう言うと、俺から目をそらした。そっか。でも、もし困ったことがあったら、言葉を終える前に、ナナは再び走り去ってしまった。ナナ、走っちゃダメよ。廊下の先から鈴の声が聞こえた。ごめんなさい、高橋さん。ナナが失礼なこと。いえ、大丈夫です。俺は苦笑いを浮かべた。ナナはまだ僕のことを警戒しているみたいで、鈴は申し訳なさそうな表情を浮かべた。ナナは父親がいなくなってから知らない人、特に男性に対してとても警戒的になってしまって。でも、きっといつかナナも高橋さんの優しさを分かってくれると思います。その言葉に、俺は静かにうなずいた。その夜遅く、仕事を終えて部屋に戻ろうとした時だった。縁側に座る鈴の姿が目に入った。月明かりに照らされた彼女の横顔に、俺は思わず足を止めた。あ、高橋さん。鈴が気づいて振り返る。その瞬間、月の光が彼女の瞳に反射して、キラリと輝いた。こんな遅くまでお疲れ様です。鈴さんこそ、まだ起きていたんですか？ちょっと考え事をしていて。彼女の声には少し寂しさが混じっているように聞こえた。よかったら少しお話できますか？断る理由なんて見つからない。俺は鈴の隣に座った。二人の間にほんの少しの距離。でもその小さな空間が妙に気になって、心臓の鼓動が速くなるのを感じた。
夜空を見上げながら、鈴はゆっくりと口を開いた。高橋さん、実は、主人が亡くなってから、この家族の中に大きな穴が開いてしまっていたんです。鈴の声には深い悲しみが混じっていた。私たちの間に見えない壁ができてしまって、笑顔も減って、時にはギスギスしてしまうこともあって。彼女は一度深呼吸をして続けた。でも、高橋さんが来てくれてから、少しずつですが、家族の雰囲気が変わり始めたんです。ナナの表情もだんだん柔らかくなって、おばあちゃんの笑い声も増えて、鈴は俺をまっすぐ見つめた。私たち家族に少しずつ笑顔が戻ってきたんです。本当にありがとうございます。その言葉に、俺は胸が熱くなるのを感じた。いえ、僕こそ感謝しています。俺は言葉を選びながら静かに話し始めた。実は、この宿に来てから不思議と懐かしい感じがしていて、鈴は少し驚いた表情を浮かべた。鈴さんたち家族を見ていると、なんだかこういうのが家族の理想の形なのかもしれないって思うんです。俺は少し照れくさそうに続けた。僕の家族はあまり一緒に過ごす時間がなくて、でもここにいると、家族ってこんな風に温かいものなんだって、そんな気持ちにさせてくれるんです。鈴の目が潤んでいるのが見えた。高橋さん。鈴さんたち家族がまた一つになっていく姿を見ていると、僕まで温かい気持ちになれて、こんな思いを抱かせてくれて、本当にありがとうございます。俺の言葉に、鈴は小さく微笑んだ。私たちこそ、高橋さんが来てくれて、本当によかった。二人は静かに夜空を見上げた。綺麗な月ですね。鈴の柔らかな声に、俺は我に返る。ええ、本当に、二人で月を見上げる。風が吹き、鈴の髪が揺れた。ふわりと香る彼女の匂いに、俺は思わずドキリとする。鈴が俺をまっすぐ見つめる。その瞳に映る自分の姿に、胸がドキドキと高鳴る。鈴さん。言葉に詰まる俺。鈴はゆっくりと手を伸ばし、そっと俺の手に触れた。しかし、すぐに手を引っ込めた。ごめんなさい。鈴の声が震えている。私、何をしているんでしょう。鈴は月を見上げ、深くため息をついた。高橋さん、私、あなたのことを意識してしまっているんです。その言葉に、俺の心臓が大きく跳ねた。でも、それが怖くて。鈴は俺から目をそらした。夫を亡くしてからまだ3年。私にこんな気持ちを抱く資格があるのかって。鈴の目に涙が光る。夫は本当に優しい人でした。この旅館のために一生懸命頑張ってくれて。鈴は絞り出すように言葉を紡ぐ。なのに私は。鈴さん。高橋さんが来てから、旅館が、そして私自身が変わり始めて。鈴は俺をちらりと見た。あなたの頑張る姿を見るたびに、胸が締め付けられるような。でも同時に罪悪感も感じて。鈴は顔を両手で覆った。こんな私、軽蔑しますよね。夫の思い出を裏切るような。そんなことありません。俺は思わず声を上げた。鈴が驚いて顔を上げる。鈴さんの気持ち、よくわかります。俺は静かに言った。でも、それは決して、軽蔑されるようなことじゃない。鈴さんは誰よりも、真摯に向き合っているんだと思います。高橋さん。人を思う気持ちは、決して一つじゃないはずです。だから、俺は言葉を選びながら続けた。鈴さんが感じていることは、きっと自然なことだと思うんです。それは決して、旦那さんへの思いを否定することにはならない。鈴の目から涙がこぼれ落ちた。でも私、自分でもわからなくて、この気持ちが大きくなっていくのが怖くて。焦る必要はありません。俺は優しく言った。鈴さんの気持ちにゆっくり向き合えばいい。鈴はハッとしたように俺を見つめた。高橋さん、ありがとう。彼女は小さく微笑んだ。少し心が軽くなりました。
その瞬間、あら、お二人とも、まだ起きていたの？おばあちゃんの声に、俺たちは慌てて手を離した。おばあちゃん、まだ寝てなかったの？鈴の声が少し上ずっている。月が綺麗だったからね。おばあちゃんは意味ありげな笑みを浮かべていた。それじゃあおやすみなさい。俺は慌てて立ち上がり、自分の部屋に向かった。部屋に戻っても、鈴の香り、手の感触、そして見つめ合った瞳が頭から離れないベッドに横たわり、激しく脈打つ心臓を感じながら、俺は天井を見つめた。この気持ち、もしかして恋？その夜、俺は複雑な思いを抱えたまま、なかなか眠りにつけなかった。そんなある日の午後、突然、フロントから騒がしい声が聞こえてきた。なんだ？俺が顔を上げた瞬間、鈴の悲鳴が響いた。やめてください。お願いです。俺は慌てて事務所を飛び出した。フロントに駆けつけると、そこには見知らぬ男が立っていた。がっしりとした体格で、目つきの鋭い男だ。いいから、さっさと言うことを聞けよ。男が、鈴の腕を掴んでいる。鈴は顔を歪めている。お母さん！ナナの声がした。俺が振り返ると、ナナが走ってくるのが見えた。ナナ、ダメ。鈴が叫ぶ。しかし、ナナは構わず、男に向かって駆け寄った。お母さんから離れて。ナナが男の腕を掴む。男は苛立たしげにナナを振り払おうとした。こんなガキが。ナナ、あっちへ行きなさい。鈴が必死の形相でナナに叫ぶ。しかし、ナナはガンとして動かない。いや、お母さんを離して。男の表情が険しくなる。ナナに手を上げようとした瞬間、やめろ！俺はとっさに男とナナの間に割って入った。ああ、お前は何者だ？男が俺を睨みつける。この旅館のコンサルタントだ。俺は冷静を装いながら男と対峙した。おお、コンサルタントか。ならお前に言っておく。この旅館、もうすぐ俺たちのものになるんだ。おとなしく従った方がいいぜ。男の言葉に、鈴が震える声で言った。そんな、佐藤さん約束が。約束？そんなもの知らねえな。男が不敵に笑う。俺は深呼吸をして静かに言った。悪いが、この旅館は誰のものにもならない。ここは鈴さんたち家族のものだ。ほう。男が俺を寝踏みするように見る。お前、ただのコンサルタントじゃないな。緊張が高まる中、ナナが俺の後ろから小さな声で言った。怖い。その言葉に、俺の中で何かが熱くなった。鈴さん、ナナを連れて奥に下がってください。ここは僕に任せて。鈴は躊躇したが、ゆっくりとナナの手を取った。ナナ、行きましょう。二人が下がるのを確認してから、俺は男に向き直った。さて、じっくり話を聞かせてもらおうか。この旅館の所有権がどうこうという話なら、正式な手続きを踏んでもらわないと。俺の声には自分でも驚くほどの強さがあった。男は一瞬たじろいだように見えた。随分と偉そうだな。お前に何ができる？何ができるかって？俺はポケットからスマートフォンを取り出した。まずは警察に通報することかな。それと、君たちの会社の違法行為の証拠もちょうど手元にあるんだ。男の顔色が変わった。何を言ってる？君たちが今までやってきた手口、全部調べさせてもらったよ。脅迫、違法な土地取引、贈賄、証拠は全部揃ってる。嘘だった。だが、男は完全に動揺している。それは。さあどうする？このまま警察を呼ぶ？それともおとなしく引き下がる？男は歯ぎしりしながら、しばらく俺を睨みつけていた。やがて、くそ、わかったよ。今回は引くぜ。だが、覚えてろよ。そう吐き捨てると、男はきびすを返して旅館から出て行った。俺は深いため息をついた。緊張の糸が切れ、急に体から力が抜ける。
すずさん、大丈夫ですか？振り返ると、すずが震える手で自分の腕を抱きしめていた。はい。ありがとうございます、高橋さん。その声には、まだ恐怖の色が残っている。あの男、何を言っていたんですか？旅館の所有権って。すずは一瞬、目をそらした。あれは、きっと何かの勘違いだと思います。私たちには関係ない話です。その言葉に違和感を覚えた。明らかに動揺している様子だ。本当にそうですか？もし何か問題があるなら。本当です。すずは急いで言った。ありがとうございます。そう言って、すずは俺に深々と頭を下げた。だが、その仕草にも何か不自然さを感じる。そうですか。俺は納得できないまま返事をした。すずは何かを隠している。それは明らかだった。だが、これ以上追求するのは適切ではないと判断した。わかりました。でも、何かあったらいつでも相談してください。僕にできることがあれば何でもします。すずは小さく微笑んだ。ありがとうございます。その笑顔の裏に複雑な思いが隠されているのを感じた。あの出来事から数日が過ぎた。すずの様子はどこか落ち着かず、俺との会話も少なくなっていった。何度か声をかけても、いつも急いでいるようで、ゆっくり話す機会がなかった。そんなある朝、俺はすずに呼び出された。事務所に入ると、そこにはいつもと違う雰囲気のすずがいた。背筋をピンと伸ばし、冷たい眼差しで俺を見つめている。高橋さん、お話があります。その小姉に、俺は思わず身震いした。はい、何でしょうか。すずは一瞬目を伏せ、深呼吸をしてから俺を見た。その目に、いつもの優しさはなかった。申し訳ありませんが、今日であなたの仕事は終わりです。え？突然の言葉に、俺は耳を疑った。つまり、契約終了ということです。すずの声は冷たく、感情がこもっていない。なぜ？理由は必要ありません。契約書にも書いてある通り、当方の判断で契約を終了する権利があります。机の上に一枚の書類が置かれた。契約書だ。すずさん、何かあったんですか？もし私に何か問題があったのなら。問題はありません。単に、もうあなたの力は必要ないということです。すずの言葉は氷のように冷たかった。その目は俺を見ているようで、どこか遠くを見ているようだった。でも、旅館の改革はまだ。それは、私たちで何とかします。あなたの心配は必要ありません。すずは冷ややかな目で俺を見つめ、氷のように冷たい声で言った。もう、十分やってもらいました。一階のコンサルタントのくせに、これ以上私たちに何を望むと言うんです？何よって。正直、がっかりです。もっとビジネスで割り切れる人だと思っていました。旅館のためと思ってやっていたことだったんですけど、勘違いをさせてしまったようですね。私はあくまで仕事の一環としてあなたに接しました。それ以上でも以下でもありませんし、それ以上の感情も抱いていません。あなたもプロフェッショナルならわかりますよね。すずは深いため息をつき、立ち上がった。今日中に荷物をまとめて出て行ってください。報酬は銀行口座に振り込んでおきます。ドアに手をかけたすずが最後に振り返った。さようなら、高橋さん。お元気で。ドアが閉まる音とともに、俺の中で何かが崩れ落ちた。部屋に戻り、呆然と荷物をまとめる。頭の中は真っ白で、何が起こったのか理解できない。廊下でナナと出会った時、彼女は俺を見て、驚いたように目を見開いた。高橋さん？俺は弱気な笑顔を浮かべた。ごめんね、ナナ。僕、今日で出て行くことになったんだ。ナナは俺を見つめ、何か言いたげだったが、結局何も言わずに走り去ってしまった。俺は重い足取りで旅館を後にした。胸の中に説明のつかない空虚感が渦巻いていた。
温泉街の石畳を歩きながら、ここで過ごした日々が走馬灯のように駆け巡る。すずさんの優しい笑顔、ナナの警戒するような、でも少しずつ打ち解けていった表情。おばあちゃんの温かな眼差し。駅に着くまでの道のり。何度振り返ったことか。でも、誰も追いかけては来なかった。電車に揺られながら、窓の外を流れていく景色を見つめる。都会に近づくにつれ、緑が少なくなっていく。なんでだろう。胸の中にぽっかりと開いた穴。それが何なのか、まだ理解できない。アパートに着いた。鍵を開け、薄暗い部屋に足を踏み入れる。ただいま。返事がないのは当たり前なのに、妙に寂しい。窓際に立ち、高層ビルの間から覗く狭い空を見上げる。温泉街で見た広々とした空とは違う。あの青空はもう二度と見られないのかな。スーツケースを開ける気にもなれず、ベッドに腰掛ける。すずさんの冷たい言葉がまだ耳に残っている。一階のコンサルタントのくせにか。苦く笑う。確かに、俺はただのコンサルタントだ。でも、あの旅館で過ごした日々は、単なる仕事以上の何かだった。そう思っていた。勘違いしていたのは、俺の方だったんだな。テーブルの上のノートパソコンが俺を見つめている。開けば、旅館の資料がびっしりと詰まっているはずだ。でも、今はその勇気が出ない。俺は、これからどうすればいいんだろう。答えのない問いを空虚な部屋に投げかける。窓の外では都会の喧騒が続いている。でも、この部屋の中は静寂に包まれている。あまりにも静かすぎて耳鳴りがしそうだ。すずさん、ナナ、おばあちゃん、みんな元気かな。思わずつぶやいた言葉に自分で苦笑する。情けない。もう忘れなきゃいけないのに、ベッドに横たわり、天井を見つめる。明日から、また一からか。それから1ヶ月が経った。俺はコンビニ弁当をつまみながら、ぼんやりとテレビを眺めていた。味のしない食事、虚しい独り言。やっぱり、湯川屋の料理とは大違いだな。ふと、すずさんの手料理を思い出す。あの温かさは、もう二度と味わえないのか。いつまでも感傷に浸っていてはダメだ。俺は頭を振りかぶって、無理やりご飯を口に入れた。すると、突然ノックの音が聞こえた。誰だろう、こんな時間に。ドアを開けると、そこには思いもよらない人物が立っていた。ナナ！息を切らせ、汗だくになったナナが俺を見上げていた。高橋さん！ナナは泣きそうな顔で叫んだ。戻ってきて！俺は驚きのあまり言葉を失った。ナナ、どうしてここがわかったの？おばあちゃんの手帳、住所が書いてあった。ナナは息を整えながら答えた。お母さんに内緒で電車に乗ってきた。俺は慌ててナナを部屋に招き入れた。大丈夫か？お腹空いてない。ナナは首を振ったが、その目は俺の手にあるコンビニ弁当に釘付けになっていた。ほら、食べな。差し出された弁当をナナは遠慮がちに受け取った。ナナ、どうして俺に戻ってきてほしいの？一口食べたナナは真剣な表情で答えた。お母さん、毎晩泣いてる。え？おばあちゃんも元気がない。旅館もなんか暗い。ナナの言葉に胸が締め付けられる。高橋さんがいた頃の方がいい。ナナ。俺はナナを優しく抱きしめた。ありがとう。でも、すずさんが。大丈夫。ナナが俺の腕の中で叫んだ。私が説得する。だから。俺は深く考え込んだ。すずさんの冷たい言葉。ナナの必死の懇願。そして、自分の本当の気持ち。わかった。俺は決意を固めた。俺たち一緒に戻ろう。ナナの顔が明るく輝いた。本当？ああ。でも、その前にすずさんに電話しないとな。心配してるはずだ。俺はすずに電話をかけ、
ナナと一緒に旅館に向かった。電車の車窓に夕暮れの景色が流れていく。俺とナナは並んで座っていたが、ナナの小さな手は俺の手をずっと握ったままだった。ナナ、そろそろ手を離してもいいよ。俺は優しく声をかけた。ナナは首を横に振り、さらに強く俺の手を握る。ダメ。高橋さんがどっか行っちゃいそうだから。お父さんもね、ナナが手を離したからいなくなっちゃったの。こうしてたらね、ずっと一緒にいられるでしょ？だからずっと繋いでる。ナナの言葉に、俺の胸が締め付けられるような痛みを感じた。その小さな瞳には、計り知れない寂しさと不安が宿っていた。俺は深呼吸をして、ナナの手をそっと包み込むようにして握り返した。ナナ、聞いて。俺は静かに、しかし力強く言った。お父さんがいなくなったのは、決してナナのせいじゃない。そして、俺もどこにも行かないよ。約束する。ナナの目に涙が浮かんだ。本当？ずっとずっと？ああ、ずっとずっとだ。俺は微笑んで答えた。ナナとお母さんのそばにいるよ。ナナはようやく少し安心したような表情を見せた。このか弱い少女がどれほどの思いでここまで来たのか。父親を失った悲しみ、母親を守りたいという強い気持ち、そして新しい絆への希望と不安。そう思うと胸が張り裂けそうになった。ナナの小さな手のぬくもりが俺の存在の意味を教えてくれているようだった。ナナ、ありがとう。俺は静かに言った。何が？ナナは少し首をかしげた。俺に大切なことを教えてくれて。俺は優しく微笑んだ。家族の本当の意味を。ナナは少し驚いたような、でも嬉しそうな表情を浮かべた。ナナは安心したのか、おもむろにポケットからスマートフォンを取り出した。これはそこに映っていたのは、ナナの勇気の結晶だった。ナナと一緒に床輪屋に戻ると、フロントで鈴が待ち構えていた。ナナ？鈴が駆け寄り、ナナを強く抱きしめた。なんてことをしたの？勝手に出かけるなんて。ごめんなさい。ナナは消え入りそうな声で言った。鈴さん。俺は静かに、しかし強い口調で言った。あまり叱らないでください。それに。俺は深呼吸をして、鈴の目をまっすぐ見つめた。鈴さん、正直に話します。俺は、ここで引き下がるつもりはありません。鈴が目を大きく見開いた。鈴さんがどう思おうと、私はこの旅館と、この家族のために尽くしたい。単なる仕事以上のものを感じているんです。高橋さん。鈴の声が震えた。何があったのか、すべて話してください。俺を追い払った本当の理由を。鈴は一瞬ためらったが、やがて小さくうなずいた。わかりました。すべて話します。鈴は深呼吸をし、震える声で話し始めた。この間来ていた人、佐藤さんは大手リゾート開発会社の社長なんです。夫が亡くなった直後に現れて、旅館の経営が苦しくなっていた時期で、ずっと前からうちの旅館の買収を持ちかけてきていました。鈴の目に悲しみが浮かんだ。佐藤さんはこう言ったんです。今すぐには買収しない。3年間手を出さずに様子を見よう。その間に旅館を立て直せなければ、その時は無条件で買収に応じてもらうと。俺は眉を潜めた。そんな一方的な。はい。でも当時の私には選択肢がありませんでした。佐藤さんはこの約束を守る限り、融資の返済も猶予してやるとも言ったんです。じゃあ、なぜ今になって？高橋さんが来てから、旅館の経営が良くなり始めて、佐藤さんの態度が急に変わったんです。鈴は一瞬言葉を詰まらせ、そして続けた。ある夜、佐藤さんが突然やってきて、このままじゃ旅館を手に入れるのは難しくなると言ったんです。そして、鈴の声が震えた。あのコンサルタントと縁を切れ、さもないと、そいつも君の夫みたいにどうなるかわからないぞって。鈴は顔を両手で覆った。私、
怖くなったんです。夫を事故で亡くしたばかりで、もう二度と大切な人を失う苦しみは味わいたくなくて。鈴の目から涙が溢れ出した。私、高橋さんを守るためには遠ざけるしかないと思ったんです。でも、本当は鈴はすすり泣きながら言葉を続けられなくなった。俺は静かに鈴の肩に手を置いた。わかりました。鈴さん、あなたは私のことを考えて、そして、もう誰も失いたくないという思いから、そうせざるを得なかったんですね。鈴はゆっくりとうなずいた。高橋さん、ごめんなさい。あなたを傷つけてしまって。でも、本当はあなたと一緒に旅館を守っていきたかったんです。俺は優しく微笑んだ。鈴さん、俺、あなたを守りたいんだ。いや、守らせてほしい。俺は一歩近づき、優しく鈴の手を取った。家族って自分よりも守りたいもの、大切なものなんだって、鈴さんとナナが教えてくれた。俺、今まで本当の家族のぬくもりを知らなかった。でも、ここに来て初めて分かったんだ。前の旦那さんの代わりはできないけど、俺なりのやり方で、この家族を守っていきたい。だから、俺に、あなたとこの家族を守る機会をくれると嬉しい。鈴の方を伝う涙を、俺はそっと拭った。高橋さん。鈴は声を詰まらせ、両手で顔を覆った。肩が小刻みに震え、すすり泣く声が部屋に響く。言葉にならない感情が、涙となって、止めどなく流れ出る。俺は黙って、鈴を抱きしめた。その時、突然ドアが勢いよく開いた。おい、何をやっている？低い声とともに、佐藤が現れた。鈴の顔から血の気が引いた。佐藤さん。佐藤は不敵な笑みを浮かべながら、鈴に詰め寄った。約束が違うじゃねえか。このコンサルタント野郎、追い出していねえじゃないか。その時、俺は一歩前に出た。佐藤さん、そこまでだ。佐藤は驚いた顔で俺を見た。ああ、てめえ、なんだと？佐藤が俺の襟を掴もうとした瞬間、俺はスマートフォンを取り出した。これ以上近づくと、あなたのすべての悪事が警察に送信されますよ。俺のスマートフォンの画面に佐藤が鈴を脅迫する映像が映し出された。約束を破ったな。今すぐ旅館を譲渡しろ。さもないと。佐藤の顔が驚きで硬直した。これはナナちゃんが撮ってくれた動画です。俺は静かに言った。鈴は驚いた顔でナナを見た。ナナ、いつの間に。ナナは涙目で答えた。お母さんを守りたくて。ここへ来る途中の電車の中で、ナナが見せてくれたのは、この動画だった。佐藤は一瞬たじろいだが、すぐに強がった表情を取り戻した。はっ、こんなもの何になる？証拠として使えるとでも？俺は冷静に続けた。これだけじゃありません。スマートフォンの画面が切り替わり、複雑なデータと図表が表示された。旅館の防犯カメラにハッキングして、あなたの行動をすべて把握しました。さらに、画面が再び切り替わる。あなたの会社のサーバーにも侵入しました。裏帳簿、違法な土地取引の証拠。すべてここにあります。佐藤の顔が青ざめた。お前、ただのコンサルタントじゃないな。俺は微笑んだ。俺を誰だと思ってるんですか？日本の IT ネットワークを作った一人ですよ。佐藤の目が驚きで見開かれた瞬間、俺の頭の中では過去の記憶が走馬灯のように駆け巡っていた。俺は日本の IT ネットワークを作った一人だ。10年前、政府のサイバーセキュリティ対策室でプロジェクトリーダーとして国家レベルのネットワーク構築を指揮していた。あの時作ったシステムは今でも日本の重要インフラを守っている。銀行、電力会社、交通システム、全部俺たちが作ったネットワークで守られているんだ。でも、そんな華々しい実績には大きな代償があった。毎日終わらない仕事、休みなしの緊張状態。気づいた時には俺の体はボロボロになっていた。過労で倒れた時はさすがに目が覚めた。医者からは
このまま続けたら命が危ないって言われた。今じゃ、細々とコンサルタントとして生きている。かつて国家の安全を守っていた男が、小さな温泉旅館の手伝いをしているなんて、俺の人生も捨てたもんじゃないだろ。俺は深呼吸をして、佐藤に向き直った。ナナから動画を見せてもらったとき、すぐに行動しました。まず、旅館の防犯カメラの映像を分析して、あなたの身元を特定しました。佐藤の顔が青ざめていく。そして、あなたの会社のネットワークに侵入しました。驚きましたよ。ここだけじゃなくて、いろいろなところに買収を持ちかけてますね。俺はスマートフォンを取り出し、画面に表示されたデータを佐藤に見せた。でも、これは単なる会社の吸収合併じゃない。買収資金を受け取った後は完全な無法状態。資産を食いつぶして従業員を路頭に迷わせる。そういうやり方ですね。佐藤の顔から血の気が完全に引いた。これは。すべての証拠をまとめました。これを警察に送りますよ。それとも、おとなしく手を引きますか？佐藤は震える声で答えた。わかった。完全に手を引く。もう二度と近づかない。佐藤は慌てて部屋を出て行った。俺は深いため息をつき、鈴とナナの方を向いた。すみません。こんな過去があるなんて言えずにいました。高橋さん、本当にありがとうございます。でも、こんなすごい方だったなんて。俺は鈴に向き合っていった。俺は、鈴さんとナナちゃんと家族になりたいと思っています。鈴の目が大きく見開かれた。突然ですみません。でも、これが俺の本当の気持ちなんです。俺は少し頬をあからめながら、静かに言葉を紡いだ。鈴さんとナナのペースで、ゆっくりでいいんです。でも、いつか本当の家族として、俺の言葉に、鈴の目に涙が光った。高橋さん。その時、ずっと二人の会話を聞いていたナナが飛び出してきた。私大賛成。ナナの目は輝いていた。高橋さんに家族になってほしい。鈴はハッとしてナナを見つめ、そして優しく微笑んだ。ナナ。鈴は俺の方を向いた。高橋さん、ありがとうございます。私たちも家族になれたら嬉しいです。俺の胸に温かいものが広がっていくのを感じた。新しい家族の絆が少しずつ、でも確実に形作られていくのを感じながら、それから数週間後、湯川屋の一室で俺と鈴は向かい合って座っていた。テーブルの上にはたった今届いたばかりの婚姻届の控えが置かれている。これで正式に夫婦になりましたね。鈴が柔らかな笑顔で言った。俺はうなずいた。ああ、やっとだな。二人とも大きな式を挙げることはしなかった。鈴にとっては再婚だし、俺たちにとっては家族になることそのものが大切だったから。湯川屋は見違えるように活気づいていた。ロビーには家族連れの笑い声が響き、温泉からは心地よい湯気が立ち上っている。俺は受付で忙しく働く鈴を眺めながら微笑んでいた。ナナは元気よくお客さんの子供たちと遊んでいる。その時、玄関から見慣れた声が聞こえてきた。すみません。俺は思わず振り返った。そこには両親の姿があった。お父さん、お母さん？その時、鈴が笑顔で近づいてきた。お待ちしておりました、高橋様。鈴は丁寧にお辞儀をした。俺は困惑して鈴を見た。鈴さん、これは。鈴は優しく微笑んだ。実は、私からお招きしたの。私たち結婚式を挙げなかったでしょ？せめて、ご両親にはきちんとご挨拶したいと思って。両親も少し戸惑った様子だったが、母が優しく言った。鈴さん、ありがとう。誠から結婚したって電話では聞いていたけど、こうして会えて本当に嬉しいわ。父もうなずいた。そうだな。その時、ナナが駆け寄ってきた。おじいちゃん、おばあちゃん、来てくれたの？両親は驚きながらも優しく微笑んだ。さあ、お部屋にご案内します。ゆっくりお話ししましょう。部屋に案内された後、
俺と両親の間に微妙な空気が流れた。久しぶりの再会で何を話していいのかわからない。お茶でも持ってこようか。俺は気まずさを紛らわすように言った。父も少し戸惑った様子で答えた。母はソファーに座りながら部屋を見回していた。綺麗なお部屋ね。そんなぎこちない雰囲気の中、ドアがノックされた。失礼します。おばあちゃんが笑顔で部屋に入ってきた。まあ、高橋さんご夫妻。お久しぶりです。両親は少し驚いた様子で立ち上がった。あら、もしかして。母が言いかけた。おばあちゃんは嬉しそうにうなずいた。覚えていてくださって嬉しいです。実はね、皆さん以前にも泊まってくださってるんですよ。俺は驚いて聞き入った。本当ですか？そうそう。おばあちゃんは懐かしそうに語り始めた。誠くんがまだ5歳くらいの時よ。よく覚えてるわ。誠くんとっても可愛らしくてね。両親の表情が和らいでいく。誠くんがね、温泉で転んで大泣きしちゃったの。そしたらお父さんが優しく抱き上げて、大丈夫だよ誠。パパがついてるからって。お母さんも心配そうに傷を確認して。おばあちゃんは続けた。それだけじゃないのよ。夜中に誠くんが熱を出しちゃって、お父さんが一晩中抱っこしてくれて、お母さんは何度も冷たいタオルを取り替えて、二人とも眠らずに看病してくれたの。俺の目に涙が浮かんだ。記憶にはない出来事だったが、両親の愛情を感じ取ることができた。お父さん、お母さん。俺は声を詰まらせながら言った。父が照れくさそうに頭をかいた。まあ、当たり前のことだよ。母は優しく微笑んだ。誠、あなたのことをいつも大切に思っていたのよ。ただ、うまく伝えられなくて。おばあちゃんの話を聞きながら、俺の中で何かが崩れていくのを感じた。今まで家族団らんを知らないと思い込んでいた。でも、それは違った。俺は、声が震える。家族の温かさを知らないって思ってた。でも、言葉に詰まる俺を、両親が心配そうに見つめる。お父さん、お母さん、俺のことをこんなに思ってくれてたんだ。涙が頬を伝う。気づけば、両親の目にも涙が光っていた。これも一つの家族の形なんだ。仕事で忙しくても、こんなに俺のこと考えてくれてて。俺は深く頭を下げた。父さん、母さん、これまで育ててくれて本当にありがとう。部屋が静まり返る。何言ってんのよ、誠。母の声が響いた。顔を上げると、両親も涙を流していた。私たちこそ、もっとあなたのそばにいてあげられなくてごめんね。父も続けた。そうだ。でも誠、お前はよく頑張ってきた。今や立派な大人になって。母が微笑んで付け加えた。そうよ。今度はあなたが、すずさんたちを守っていくのよ。うん。俺はうなずいた。すずさんとナナ、おばあちゃん、そして両親もみんな大切な家族として守っていくよ。大切なのは形じゃない。互いを思う気持ちだ。理解しようとする心。そして愛し合うこと。家族にはいろんな形がある。それに気づけて本当によかった。俺は明るい明日へと向かって歩き出していく。高卒ニートのおっさんなんて、面接するだけ時間の無駄なんだよね。わっはっは。と、何が面白いのか、面接官の男は大口を開けて笑った。憧れの大手企業の面接。自分よりもはるかに年下の面接官は、俺の持ってきた履歴書に目もくれず、椅子にふんぞり返っていた。俺はただ、耐えるしかなかった。お前みたいな底辺の役立たずを雇う会社なんてあるわけねえだろ。不採用決定。もう帰れクズが。面接官は
もう俺を見ようともしない。仕方なく退出しようと立ち上がった時だった。勢いよく会議室のドアが開き、慌ただしく人が入ってくる。少し険しい表情をしたその人を見た途端、面接官の顔は真っ青になった。俺は佐藤優太。自宅でゲーム関係の仕事をしているが、両親からはずっと引きこもりのニートだと思われている。今の時代、ネットを使って自宅から仕事ができるのは当たり前になりつつあるが、もう還暦も過ぎた両親には、それが理解できないらしい。何度説明しても、40にもなって部屋に引きこもっているのは恥ずかしい。いい加減働け。と、頭ごなしに否定してくるのだ。非正規雇用なので、世の正社員として働いている人たちに比べれば少ないのは確かだが、それでもきちんと給料はもらっている。毎月給料のほとんどを家に入れていたが、それでも親は、みっともない、恥さらし、出来損ない、と顔を合わせるたびに罵ってくる。今日も朝から両親の冷たい目にさらされ、ぐちぐちと口うるさく言われて疲れてしまった。こんな状況にほとほと嫌気がさしているが、それでも俺は外に出ることができなかった。俺が引きこもりになってしまったのは、大学生の時の出来事がきっかけだった。当時の俺は、どこにでもいるような普通の大学生で、コンピューター部に所属していた。そこには、パソコン関連が好きなやつや、ゲームをやりたいだけのやつなど、様々な人間がいる。その中に、小学校から同級生だった木村春人も所属していた。俺も春人もゲームが好きで、小中学生の頃は、しょっちゅうお互いの家でゲームをして遊んでいた。高校生になった頃には、ゲームを作る方に興味が出て、いつしか趣味でゲームを作るようになっていたのだ。春人が作るゲームは面白くて、俺も負けてられないと切磋琢磨し合い、たくさんのゲームを作り出した。そんな春人はいつも、ゆうたはマジで天才だな、と俺のゲーム作りの腕前を褒めてくれていた。俺も春人の作るゲームが好きで、そんな春人から褒めてもらえるのがすごく嬉しかった。教室でもゲームの話ばかりしていた俺たちは、クラスメイトから、ネクラ、陰キャオタク、なんてバカにされることもあったが、それでも春人がいてくれたから、全然気にならなかった。誰よりも頼れて、尊敬できる男。春人と一緒にいるだけで、毎日が充実していた。俺は、春人のことを親友だと思っていた。そうして親友の俺たちは、同じ大学に入り、同じサークルに入った。もちろん、ここでもお互いに切磋琢磨しながら、たくさんのゲームを作り上げていった。充実した大学生活だが、転機は突然やってきた。大学も3年生になり、就職活動に向けて動き出していた頃だ。ネット上で発表していた自作のゲームを見たというゲーム会社から、俺たち2人に声がかかった。採用を視野に入れて、インターンしないかと、直々に誘われたのだ。そこは有名な大手ゲーム会社で、憧れの会社でもあった。ずっとそこで働きたいと思っていた俺たちは、降って湧いた幸運に2つ返事でうなずいた。しかし、人数の制限で、どちらか一方しか、今回のインターンに参加できないと言われ、俺とハルトは自作のゲームを提出してほしいと言われてしまった。気質のゲームではなく、新たに作った自作ゲームというのが条件だった。俺は張り切って構想から練り上げ、持てるすべての技術を注ぎ込んで、こだわりのゲームを作ることにした。寝る間を惜しんで試行錯誤し、ストーリーも矛盾がないように、多くのサークル仲間にチェックしてもらった。
デザインやキャラクターにもこだわり、何度もテストプレイをして、バグがないか夜通し確認もした。そうして納得のいく作品を作り上げ、期限間近でゲーム会社に提出しようとした。しかし、採用はすでにハルトに決まったと受け取ってはもらえなかった。その時は時間がかかりすぎたか、と反省し、残念だが、次回のインターン募集にかけようと思った。同時に、期限前に採用が決まるほどのハルトのゲームが気になった。一体どんなジャンルで、システムで、キャラクターで、即決したんだろうか。次回の参考にさせてもらおうと、俺はハルトに応募作品を見せてもらえないか頼んでみた。いつもなら快諾してくれるハルトなのだが、なぜかその時はすぐにうなずいてくれない。今更自作のゲームを見せるのを恥ずかしがる間柄でもないし、俺はハルトの煮え切らない態度に内心で首をかしげた。それでも、やっぱり即決するほどの作品を見てみたくて、俺はハルトに頼み込んだ。そうして渋々といった感じで、ハルトが見せてくれた作品に、俺は殴られたんじゃないかと思うほどの衝撃を味わった。見覚えのあるストーリー、見覚えのあるキャラクター、見覚えのあるシステム。全く同じではないが、そのどれもが俺の以前作ったゲームとほぼ同じ内容だった。おい、ハルト、これって。震える手でパソコンの画面を指さすと、ハルトはふいっと視線をそらした。これ、俺が前に作ったやつだよな。この世にゲームは5万とある。だが、この内容は間違いなく、俺が一から考えたものだ。ハルトが、ユータは天才だな、と褒めてくれた作品だから、よく覚えている。なんで？思わず胸ぐらを掴んでしまうと、それまでだんまりだったハルトは、諦めたようにため息をついた。確かに、これはお前のゲームが元だよ。元って、これはそんなレベルじゃないだろ。ゲームが似通ってしまうのは仕方がない。だけど、ここまでちょっとしか違いがないのは、もはやパクリのレベルだ。お題は、新しい自作ゲームだ。元はお前が作ったから、お前は出せない。だけど、俺は作ってないから、新しい自作ゲームになる。そんなのへりくつだろ。そうでもしないと、俺には無理なんだよ。胸ぐらをつかむ俺の手を、ハルトの手が上から押さえ込んだ。なあ、ユータ。お前は天才だよ。いつもいつも面白いゲームを考える。だけど、俺にはそんな才能ないんだ。俺は今回を逃したら、チャンスが巡ってくるのかさえ怪しい。でもユータなら、また面白いゲームを作れるだろ？お前には何度だってチャンスがあるんだから、今回は俺に譲ってくれよ。なあ、いいだろ？と言われて、俺は膝から崩れ落ちた。俺だって、面白いゲームを作るために、たくさんの努力をしているのに、いつも面白いと褒めてくれたハルトが、そんなことを思っていたなんて。言葉を失う俺を置いて、ハルトは黙って去っていった。その日から、俺は他人を信じられなくなった。誰も彼もが、俺を馬鹿にしているように感じてしまい、かけられる言葉が、嘘で固めたあざけりにしか聞こえなくなってしまった。褒めてもらえても、こいつも裏で何を思っているかわからない。と、疑心暗鬼になってしまう。次第に外に出ることが怖くなり、大学も中退することになった。ハルトとも、あの日以来顔を合わせることがなくなったが、大手ゲーム会社に就職したことを数年後に雑誌の特集で知った。時々見かけるハルトの活躍は目覚ましく、それを目にするたびに、
俺はどんどん外へ出る勇気がなくなってしまった。あれから20年以上経ち、50歳を目前にしても、俺は相変わらず自宅で仕事をしていた。今はちょうどデバッグの仕事を担当しており、時間を問わずゲームをプレイしてバグがないか探す作業をしている。おかげで昼夜が逆転してしまい、ふと時計を見ると、もう夜中と言って差し支えない時間になっていた。寝食もそこそこに、ずっとゲームをやっていたせいか、集中力が途切れた瞬間に腹が鳴る。一瞬迷ったが、こんな夜中に出歩く人も少ないだろうと思って、俺はコンビニに買い物に行くことにした。家から徒歩でそれほどかからない場所にあるコンビニは、夜中だというのに、こうこうと明かりが灯っている。朝食とお茶を買い、気だるい店員の挨拶を背にコンビニを出たところで、ゆうたと声をかけられた。懐かしい声に思わず足が止まる。ハルト。振り返った先にいたのは、いつか雑誌で見た時より少し老けたハルトだった。ハルトの顔を見た瞬間、昔の記憶がどっと溢れてくる。だけど案外、憎いとか悔しいとか、そういう感情は湧いてこなかった。久しぶり。記憶の中よりも大人になったハルトが少し申し訳なさそうに言う。俺は家族以外と顔を合わせて話すのが久しぶりで、うまく笑えなかった。二人の間に微妙な沈黙が落ちる。少し迷ったが、俺はあえて帰らず、ハルトに近況を尋ねてみた。最初は驚いた様子のハルトだったが、俺がいろいろ尋ねると、ぽつりぽつりと返してくれる。多少は雑誌を見て知っていたが、今はゲーム会社のかなりいい位置にまで上り詰めているらしい。昔から、ハルトはマネジメントとか戦略方面には強かった。ターゲット層を考え、そこに需要のありそうなゲームを作るのがとてもうまかった。さすがだな。ハルトはそういうのうまかったもんな。そういうお前は自宅でデバッグとかやってるよ。親には引きこもりってバカにされてるけど。そう答えると、ハルトはぐっと唇を噛みしめた。なあ、ゲームってまだ作ってるのか？まあ、たまに。前より頻度は減ったけど。俺は相変わらずゲームを作ることが好きだった。今の仕事先は非正規雇用なので、商品の開発には携われない。その代わり、自分の時間があるときは、少しずつ自作のゲームを作り続けていた。お前が作ったゲーム、見せてくれないか？ハルトはそう言うと、頼む、と頭を下げてきた。突然のことに面食らった俺は、はぁ？と、夜中の住宅街で大きな声を上げてしまう。どうしたんだよ、急に。それに、自作って言ったって、前より時間かけられてないから、大したもんじゃないよ。今のお前が作るゲームを見てみたいんだ。そう言って深々と頭を下げたまま、一向に諦める気配のないハルトに、俺は根負けした。少しだけだぞ。と言って案内した自宅は、ハルトが遊びに来ていた頃と変わっていない。あの頃の俺たちは、ゲーム作りの同志だったのに、今では大企業の職員と引きこもりだ。天と地ほど差がついてしまったな、と思いながら、俺はハルトを招き入れた。この時間、年老いた両親はもう寝ている頃合いだ。二人でひっそりと足音を忍ばせて部屋に帰るのは、なんだか学生の頃を思い出させた。さすがに部屋の内装はあの頃のままではないが、家具の配置なんかはほとんど変わっていない。
仕事用のゲーム機が数台と、大きなパソコンが数台増えたせいか、狭苦しい印象を与えるだろう。俺は自分用のパソコンを立ち上げ、自作したゲームがいろいろと入っているフォルダをハルトに見せた。ハルトはゲームを起動させ、内容を確認するかのように少しだけプレイすると、すぐに他のゲームを起動させる。そうして一通り俺が作ったゲームをプレイすると、お前と驚いたように俺を振り返った。やっぱり天才だ。ユータが作るゲームはどれも面白い。たとえ既存のゲームがたくさんあるジャンルでも飽きさせない工夫がされているし、ストーリーもキャラクターも魅力的だ。ハルトは勢いよく俺の手を掴むと、痛いほどの力で握りしめてきた。お前の才能を埋もれさせちゃいけない。なあ、ユータ。俺がこんなこと言う資格はないかもしれないけど、でも、やっぱりお前は評価されるべきなんだ。ユータ、俺と一緒に働かないか。そう言って、まっすぐに俺を見るハルトの目は、学生の頃のように、キラキラと輝いていた。ハルトのゲーム作りにかける情熱は、あの頃と変わらず、失われていないようだ。正直言って、嬉しかった。だけど、大学の時のことが頭をよぎって、すぐに返事ができなかった。口ごもる俺を察したのか、ハルトは、すまない。と、そっと手を離す。代わりに名刺を差し出してきた。もし気が向いたら連絡をくれ。いつでも、いつまでも待ってるから。そう言って、ハルトは静かに帰っていった。残された俺は、手渡された名刺に目を落とす。大手ゲーム会社の名刺に、ハルトの名前が書いてある。と同時に、その肩書きを見て驚いた。ハルトに聞こうと思った時には、ハルトの姿はもうなかった。その驚きから数時間後、俺はさらに悩むことになる。誘われたことは嬉しかったが、それと同時に、また裏切られてしまうんじゃないかという恐怖もあった。俺は数日間、頭を悩ませた。しかしあの頃、切磋琢磨していた時が、一番充実していたのは間違いない。ハルトがゲーム作りにかける情熱は、何より俺が知っている。純粋に、面白いゲームが作りたい。という気持ちは、俺もハルトも変わっていないのだ。俺が作ったゲームが面白いと、ハルトが褒めてくれた。認めてくれた。俺の原動力は、面白いゲームを作りたい。という気持ちだ。頭では、また同じ痛みを味わうかもしれないという警戒する自分がいるものの、心は何十年かぶりにワクワクして眠れなかった。俺はもう一度、ハルトと一緒にゲームを作りたいと思った。それから数日後、俺はハルトの会社の面接に来ていた。あの頃逃げ出してしまった就活に、今更挑戦しているのも不思議な感じだ。オンラインで仕事のやり取りをしていたとはいえ、対面でやり取りをするのは久しぶりだ。噛んだりしませんように、と内心で必死になっているのが、50間近のおっさんだと思うと、我ながらなんだかおかしくなってきて、いい具合に緊張もほぐれてくれた。失礼します。面接会場である小さな会議室に入室して、最初に目についたのは、面接官の嫌な態度だった。だらしなく座り、頬杖をついて、俺の頭からつま先まで、じろじろと寝踏みするかのような目で見てくる。どうぞ、と存在な態度で着席を促された。佐藤裕太さん？手元にあるのだろう。履歴書をちらりと見た面接官の男は、にやりと意地悪な笑みを浮かべた。
まるでゲームの悪役のような、人を見下した嫌な笑顔である。経歴見させてもらったけどさ、この大学中退って何？実質高卒ってことだよね。大学行っておいて、卒業できないって出来悪すぎでしょ。鼻で笑った面接官は、黙り込む俺を無視して、さらに言葉を続けた。それに、就職した形跡が見当たらないんですけど？もしかして、その年までニートだったの？悪いけど、うちは業界でも大手なの知ってるよね。それでなんでうちを受けようと思ったのかな？社会経験ないのに困るんだよね。面接官は、トントンと机を指で叩きながら、はっきり言って迷惑なんだわ。と、不機嫌そうな声で言う。在宅で働いていました。在宅って言ったって、非正規なんだし、それってつまりバイトでしょ？履歴書の住所も親と同じだし。まさか、ずっと実家に住んでるの？いい年して自立できないって、まずくない？世間を知ろうって思わなかったのかな？あ、高卒じゃそんなこと考えつく頭もないか。わっはっは。と何が面白いのか。面接官の男は大口を開けて笑った。高校の頃にやった面接の練習とはまるで違う。面接官が俺の話を聞く気がないのは丸分かりだった。このままでは面接に落ちてしまうと思った俺は、履歴書と一緒に送っていた自作ゲームについて話題を振ってみることにした。ハルトがあれだけ褒めてくれたし、俺自身何度も練り直して作り上げた自信作たちだ。お送りしたゲームはご覧いただけましたでしょうか？ゲーム会社の人なんだから、ゲームについてならアピールできるかもしれない。が、そう思った俺が間違っていた。そんなのあったっけ？はい。履歴書と同封して自作のゲームを。しかし、言いかけた言葉は面接官に遮られた。いいよそういうの。素人が作ったゲームなんて価値ないから。高卒が作ったやつなんてたかが知れてるし。それにおっさんが作ったゲームじゃ遊ぶ気も起きないよ。鬱陶しいものでも追い払うように、面接官は手を振った。このままでは何のために面接しているのかわからないまま終わってしまう。せめて、もう少し話を聞いてもらいたいと、と声をかけたが、ギロリと睨まれた。高卒ニートのおっさんなんて、面接するだけ時間の無駄なんだよね。あんた不採用だから、もう帰っていいよ。時間の無駄だった。と追い払うジェスチャーをしながら、面接官は嫌そうな顔をする。お前みたいなジジイで底辺の役立たずを雇う会社なんてあるわけねえだろ。そんなとこあったらお目にかかってみたいもんだわ。ふんぞり返るように座り直した面接官は、もう俺を見ようともしない。ふわーっと大きな口を開けてあくびをした。まさか面接どころか、自己紹介すらさせてもらえないなんて。面接官のあの様子じゃ、きっと何を言っても聞く耳を持ってもらえないだろう。早く出て行けとばかりにじろりと睨まれ、俺はおとなしく諦めるしかなかった。失礼します。仕方なく退出しようと立ち上がった時だった。勢いよく会議室のドアが開き、慌ただしく人が入ってくる。少し険しい表情をしたその人は、見知った顔だった。社長！面接官の男は、入ってきたのがハルトであることが分かった途端、ビシッと背筋を伸ばして、椅子から立ち上がった。ハルトは面接官には見向きもせず、怒ったように俺の前まで詰め寄ってきた。
お前、なんで勝手に面接受けてるんだよ。その勢いに一瞬たじろいだが、ハルトとは長い付き合いだからわかる。怒っているように見えるが、これは拗ねている時の表情だ。働くなら面接が必要だろ？就職したいなら面接が必要だ。だから受けたのだと答えたのだが、ハルトは、そうだけどそうじゃないと、煮え切らない答えを返してきた。でも残念だよ。不採用だったから、お前と一緒に働くのは無理そうだ。俺の言葉に、ハルトは、不採用？と、いぶかしげに眉を潜めた。彼が不採用とはどういうことだ？ハルトが面接官を見ると、男はひっと肩を震わせる。それはですね。この者は大学も中退していますし、ろくな就業経験もありません。今まで仕事もしてないのに、いきなり大手の我が社で働かせるのは、いささか無理があるかと。ペコペコと頭を下げながら答える面接官の額には、汗が浮かんでいる。それに、定年も近い素人を採用するメリットが、もういい。つらつらと言い訳をまくし立てる男の言葉を、ハルトがピシャリと遮った。君は知っているか？何をでしょうか？焦る男を睨むように、ハルトが次々とゲームの名前を挙げていく。それはハルトの会社から発売されたゲームで、代表作とも言える有名作品ばかりだ。もちろん、それは我が社の看板タイトルです。意気揚々と面接官の男は答える。ハルトはことさらゆっくりとその口を開いた。あれらはすべて、ここにいる佐藤優太のアイデアが元になった作品だ。え？と、面接官の男が言葉を失う。驚くのも無理はないだろう。確かに、学生の頃に俺が考えたアイデアが元になってはいるが、それをもっと面白く発展させたのは、ハルト自身だ。二人で考えたゲームが、名作として多くの人たちに遊ばれているのは、なんだか少し照れくさかった。そんな。でも、この男は大した学歴もなく、仕事もしてないのに。嘘だ、とわめく面接官に、呆れて物も言えない。俺のことを信じられないのはわかるが、ここで嘘だというのは、自社の社長を嘘つき呼ばわりしているも同然だ。やれやれと思っていると、ハルトが面接官に向き直る。その目は鋭く、面接官はまたも情けない声を上げた。学歴だとか、就労経験だとか、そういったことだけで人を判断するなんて間違っている。ですが、それも一つの判断基準で。君は面接担当だろ？その人の能力や内面を見極めるのが仕事なのでは？ハルトの言葉に、面接官の男は、でも、と言い訳を続ける。どれだけ建前を並べても、結局は学歴や肩書きでしか見ていないのだというのが丸わかりだ。なおもまくし立てる面接官に、ハルトはきっぱりと言い放った。面接の様子は記録させてもらったよ。え？どうやらこの会社のサイトには、面接官に対する苦情が複数届いていたらしい。数件なら、不採用になった者たちの苦情かと思うところだが、どうやらそんな風に言えないほど、多くの苦情が寄せられていたらしい。そのどれもが、俺がされた適当な面接と同じように、経歴で馬鹿にされ、話も聞かれないまま追い出されたという内容だった。これは一度確認しなくてはいけないと、ハルトは考えていたらしい。それで、たまたま中途採用の面接が行われるので、密かにカメラを設置したようだ。その面接が今日だったと思い出したハルトは、面接者からも話を聞こうと、
履歴書を見て驚いたらしい。今日の面接者がお前だって知って、目玉が飛び出すかと思ったよ。ははは。と笑うハルトは、また鋭い目をして面接官を睨みつけた。外で聞いていたが、君の態度はとても面接と言える代物じゃない。君には叱るべき処分を下すから、覚悟をしておいてくれ。そんな。ハルトの冷え切った宣言に、面接官の男は顔を真っ青にしてへたり込んだ。場所を変えようと、ハルトに連れてこられたのは、まさかの社長室だった。ハルト、お前、本当に社長なんだな。なんだよ、今更か？ハルトから名刺を渡されたとき、ハルトが社長だということは知っていた。知ってはいても、実感するのはまた別だ。清潔感のある部屋には、最新型のパソコンと、立派な革張りのソファーまである。お前が帰る前に気づいてよかったよ。ユータ、お前は面接なしで採用だ。というかヘッドハンティング。そう言って笑うハルトは、学生の頃と同じようないたずらっぽい顔をしていた。いろいろあったが、こうしてまたハルトと一緒にゲームを作れることが嬉しくて仕方がない。よろしくな。と言った俺に、ハルトは一瞬だけためらった後、ぐっと決意に満ちた目で俺を見た。実は、お前に頼みたいことがあるんだ。あの面接騒動の後、面接官だった男は、懲戒解雇になった。どこから話が流れたのか、面接官はろくな面接もせず、不採用にした人たちから訴えられそうになっているらしい。弁護士を挟んで揉めていると聞いたが、当事者でもない俺は、それ以上詳しいことはわからなかった。一方で俺はといえば、無事に就職することができていた。今日は初めての勤務日だ。オンラインとはいえ、新しい人たちの前に顔を出すのは久々で緊張していた。深呼吸して、ミーティング画面をオンにする。パソコンの画面上に、ずらりと全社員の顔が映し出されていた。はじめまして。本日より社長に就任しました。佐藤優太です。面接に来たあの日、俺はハルトから頼み事をされた。できることであれば、と答えた俺に、ハルトが言ったのは、彼の後を継いで、ゲーム会社の社長をやってくれという内容だった。驚く俺に、ハルトは真剣な顔で、頼む、と告げる。一緒に働こうと誘ったのはハルトの方だったのに、なぜだと聞くと、ハルトは少しうつむいて、ポツポツと語り始めた。大学生のあの日、ハルトは自身の力ではなく、俺の力で会社に入った。最初は学ぶことも多く、充実した毎日だったが、だんだんと能力の限界を感じていったらしい。自分の実力では、この会社に入れなかった。本来、この場にいるはずなのはユータで、ユータこそがいるべきだった。自分はここにいていい人間ではない。いつしかそう思い始め、ハルトはずっと苦しんでいたらしい。本当に申し訳ないことをした。許してくれなんて言わない。とハルトは深々と頭を下げた。あの時、俺は確かに傷ついた。おかげで他人を信じるのが苦手になったし、どうせ俺なんてと、後ろ向きな毎日を過ごしていた。その事実は変わらないし、忘れることなんてできない。だけど、恨めしい気持ちなんてなくて、俺はまたハルトと一緒にゲームを作れる嬉しさの方が勝っていた。俺の代わりに社長になってくれ。ハルトの言葉に、俺は首を振った。俺には無理だ。断る俺に、ハルトも堅くなとして引き下がらなかった。十分な引き継ぎはする。在宅ワークで培ってきたスキルもあるし、
現場の作業内容も把握している。最新のゲーム事情にも詳しいユータなら、もっと会社を大きくできる。だから、ユータが社長になってくれ。確かに入社のきっかけは俺かもしれないけど、社長にまでなったのはハルトの力じゃないか。ハルトだから社長になれたのだ。と引き止めても、ハルトは決してうなずかない。どうか頼む。と真剣な目で言われてしまい、俺は結局引き受けることになってしまった。それからの日々は忙しく、あらゆる引き継ぎ業務に追われる毎日だった。そうして新入社員を迎える4月。俺も新米の社長として入社式に出席していた。私は学歴や肩書きではなく、その人の技術で判断します。才能だけでなく、やる気やアイデアなどを重要視しています。今までは関係ありません。大切なのはこれからです。我こそはと思う人は、どんどんアピールしてください。画面越しでも、社員たちのやる気がひしひしと伝わってくる。面白いゲームを作ってやる。という意気込みは、俺も負けない自信があった。俺が社長になってから、会社の業績は伸びていった。どうやら能力重視が功を奏したらしい。社員一丸で面白いゲームを作り出そうと、切磋琢磨した結果が見事に花開いたようだ。俺も一緒に開発に加わり、積極的に社員の意見を聞くことで、風通しのいい職場としても広く浸透したらしい。おかげで優秀な人材も多く登用されることになり、業績は右肩上がりになった。ハルトはというと、社長を退いた後に自分のゲーム会社を立ち上げていた。今度は自分の実力で会社を大きくしてみせると意気込んでいて、精力的にゲーム開発に打ち込んでいる。今はまだ小さな会社だが、実力は確かなので、重要取引先として付き合いを続けていた。いつか世界中の人たちに楽しんでもらえるゲームを合同で開発するのが俺たちの夢だった。まだ時間はかかりそうだが、俺とハルトなら、頼れる社員のみんなとならば、絶対にやり遂げられるだろう。苦しい時もあったが、俺は再び人を信頼できるようになっていた。人は誰しも学歴や肩書きなどで判断されるべきではない。上辺だけのものよりも、その人自身の能力や内面で判断されるべきだ。それぞれの人生には過程があり、本人ではどうしようもない出来事で挫折してしまうこともあるだろう。俺は人を見た目や上辺だけで判断したくないし、されたくない。お互いを尊重しながらゲーム開発ができる今の環境は最高だ。ハルトに誘われた時、怖がらずにその手を取って本当に良かったと思っている。頼れる仲間たちと切磋琢磨しながら、これからも好きなことを続けていきたい。